回は和歌山県の道の駅巡りです。大阪を出発しまして高速道路を通りまして国道480号線沿いにあります葛城町にある道の駅串柿の里に向かいます。そして続きましては同じ葛城町にあります紀の川万葉の里に向かいました。紀の川万葉の里ではお店が改装工事中だったためレストランで食事をしました。そして続いては紀の川市にあります道の駅清舟の里に行きました。江戸時代の石花岡清舟のことを知ることができる道の駅です。そして今回の道の駅巡りは岩手市にあります根頃歴史の丘に向かいます。これが今回の道の駅最後となります。それでは次の道の駅に向かいましょう。駐車場すごい広いね。道の駅清舟の里を出発しまして、次はですね道の駅根頃の里、根頃歴史の里に向かっていきます。道の駅清舟の里はまだ綺麗な道の駅っていう感じですね。で花岡清舟という昔のお医者さんですねの生誕の地ということで家があって、家と診療所が残ってて、そういうのを見学できたりする道の駅でした。なんか特産品とかそういうのはあんまりたくさんは売ってなかったです。日によるのかもしれないですけどね。ちょっと動画の撮影はできなかったんですけども、花岡清舟が生まれ育った場所じゃないな、花岡清舟が診療所として使ってた場所が見学することができるので、そちらを見ていただくのをお勧めしておきます。道の駅はね、これからおそらくもっともっと良くなっていく道の駅なんだろうなっていう感じはしますから、これからが楽しみな道の駅と勝手に思いました。道の駅清舟の里にある診療所はですね、春林軒っていうんですけども、ここがですね花岡清舟が住居兼診療所として使っていた場所になります。ここをですね有料で見学することができるんですけども、ここに行くとですね当時の医療の様子とかですね清舟の革新的な取り組みのを見ることができます。花岡清舟は世界で初めてですね全身麻酔を用いた乳がんの手術を成功させたことで知られています。花岡清舟はですね朝鮮朝顔やトリカブトなどの有毒な植物を組み合わせた麻酔薬を開発しました。これを通線さんというんですけども、これを開発して1804年に全身麻酔科での乳がんの手術を実施成功させたということですね。また春林軒にはですね花岡清舟が使っていた医療機器とかが展示されていまして、当時のですね外科手術の実際を知ることができます。これらの外科手術に使われていた医療機器っていうのは清舟が弟子たちに技術を伝える際にも使われたとされていて、日本全国からですね多くの医師が春林軒を訪れたということです。他にもですね花岡清舟は薬草の研究にも力を注いでいまして、さまざまな薬用植物を栽培とか調合とかをしていました。ですので春林軒の周辺にはですね薬草園が広がっていて、訪れる人々はですね当時の医療の自然療法の関わりを感じることができるようになっています。医学なんかに興味がある方がですね訪れると見ていたらですね結構楽しめるんじゃないかなと思います。僕自身はですね医療関係の仕事をしているということもありまして、すごく楽しむことができました。ちゃくなりますよっていう。次の道の駅までもですねそんなに離れていなくて、
これまでよりかはマシなんですが、ここからですね約13分ぐらいで道の駅に着きます。でもう一個ね、向こうに葛城西っていうパーキングエリアの中にある道の駅みたいなのがあるんですけど、そこはちょっとまた改めていこうかなと思います。わー、すごいねここ面白い。頂上に交差点あり、注意しましょうこれは楽しいぞ。すげえ、ジェットコースターみたい。山なってる。観音山フルーツガーデン、フルーツパーラー。美味しそうなの食べれそうやね。あとこの紀の川市とか一個手前の葛城市とかは葛城町かなんのかな。フルーツがの栽培されているところがすごく多いみたいで、今向かっている道の駅根頃歴史の丘はですね、和歌山県の岩出市にあります。岩出市というのはですね、和歌山県の北部にありまして、人口が約5万人の都市です。岩出市で特に有名なのがですね、12世紀に建立されている根室寺です。ここはですね、真偽真言宗の総本山になっています。真偽真言宗っていうのはですね、平安時代に空海が開いた真言宗の一派ではあるんですけども、鎌倉時代にですね、公共大使の各番によって発展した宗派になります。真偽の名の通りですね、従来の真言宗とは異なる新しい解釈を加えているというところがあります。またこの根室寺はですね、戦国時代にですね、鉄砲を装備した僧兵集団のですね、根室宗としても知られています。またですね、岩出市は大阪への通勤圏としても人気があるので、近年人口が増加しているそうです。自然も多いですし、町の方にもですね、アクセスがいいということで魅力のある町です。今回の道の駅巡りでなんか一般道これだけのんびり走るのは初めてな感じがします。岩出市の方に入ってきます。道の駅はナビ上ではここから 1.8 キロぐらいになってますね。まもなく到着する道の駅根頃歴史の丘はですね、いろいろと見る場所があるんですけれども、根室寺の歴史を紹介するですね、根室歴史資料館があります。そして旧和歌山県議会議事堂ではですね、日本最古の木造和風建築の講義堂として移築復元され、重要文化財に指定されております。またですね、物販とかはですね、岩手市特産の黒アワビ茸を使った商品や伝統工芸品のですね、根室塗りなどの多彩な商品が取り揃えられています。見えてきました。残り 300m ですね。道の駅根頃歴史の丘、ここでしかねよ。駐車場これだけ？
道の駅根室歴史の丘ですね、来てきまして、ここは岩出市にあるんですけども、岩出市の名物ということでですね、黒アワビだけをですね揚げてハンバーガーにしました黒アワビだけを買ってきました。いただいてみましょう。ハップハップ、ジューシーで、このアワビだけの食感がですねしっかりとしててとても美味しいです。肉厚な感じがします。和歌山県岩出市の道の駅根室歴史の丘に行ってきまして、そちらの道の駅の方にですね高砂あられさんというあられ屋さんがありまして、すごくですねフレンドリーな店員さんがおられまして、あられの方をいただきまして、もうめちゃくちゃ美味しかったんですよね。本当にたくさんの種類のあられが売っていて、いろいろとあられの種類はあったんですけども、何を買うかめちゃくちゃ悩んだんですけど、いろいろ味見させてもらってですね、印象に残ったあられのごぼうの味です。本当にごぼうの風味がですね口の中に広がってびっくりするぐらい美味しいです。でもう一個がですね和風カレー味、こっちは試食してないかったかな、試食してなかったと思うんですけど、人気ナンバー2になってたのでこれも買ってみました。でもう一個がですねいろんな味が入ったバラエティパックみたいな感じのやつですね。これはごぼう味、マヨネーズ味、みたらし団子風味、梅皿味、エビサラダ味、青のり醤油味と6種類かな、6種類の味がですね一度に楽しめるようなこのようなものも売ってますので、どれ買うか迷ったらこれがいいと思います。はい、合ってると思いますが6種類ですね。それぞれに袋には何の味かは書いてないので分かんないですけど、色が違うのでこの6つだと思います。どれか食べてみましょうか。どれがいいですかね。じゃあ目を閉じてこれをいただきましょう。これ何味やろう。マヨネーズやこれ。はい。このあられはですね油を使って揚げていないのであっさりと食べることができます。で1個食べるとですね止まらなくなるやつです。僕が行った時はですねフレンドリーな店員さんがですねお二人おられて、本当にいろんな種類を食べさせてもらって味見させてもらってで買うことができましたし、いろいろとですねお話をしながらおかきを選ぶこともできますので、ぜひですね高砂あられさん行ってみてください。止まらへんね。やばいほんまに止まらへんくなるうまい。道の駅根室歴史の丘に行ってきまして、その時に買ってきたのがですねこちらです。この木の国のですねみかん鶏の焼き鳥でございます。こちらの方が金山で味噌を使用した方で、こっちがですね湯浅醤油を使用したみかん鶏の焼き鳥となっています。温めるだけで美味しく召し上がれますと書いてますので、ちょっとですねこちらの方を食べてみましょう。焼き鳥の方を温めてきまして、こんな感じになっております。みかん鶏の焼き鳥です。これですよ。美味しそうでしょ。美味しそうでしょ。串に刺さってたらねもっと美味しそうに見えると思うんですけど、いただいてみましょう。うまい。鶏をですね長期保存できるような感じにしてるっていうのもあるので、缶詰で食べるようなものに近いようにも思うんですけども、醤油の香りがですねすごく良くて、
日本酒にすごく合いそう。日本酒があったら多分これと日本酒でぐいぐいいけると思います。みかん鶏はですね、みかんの皮を食べさせて、和歌山県で採れたみかんの皮を食べさせて育ててるっていうこともあって、和歌山のブランドの鶏になっていますので、ぜひですね和歌山の方に行ったら試してみてください。お店でも食べることができたりとか、あと唐揚げとかも以前に海南サクアスに行った時に食べてて、それもすごく美味しかったので、ぜひ試してみてください。You left your perfume on the pillow, and your whispers in the air. Got your face stuck in the mirror, and I keep finding your hair. Got a big box in my closet with the fall pictures we took. Oh, and I keep finding dog ears that you left in my books. Miss your hate, can I just crash over? Guess you crashed like... もう一駅、道の駅を回れたら回ろうかなと思ってたんですけども、結局ですね、時間が4時40分ぐらいになっちゃって、もう道の駅はですね、だいたい5時で閉まってしまうので、これ以上は道の駅巡りはできないというところで、今回のですね、道の駅巡りは4駅回りまして終了とします。このチャンネルでは S660 に乗りまして、ドライブ動画や道の駅巡り動画を投稿しています。特に最近はですね、道の駅巡りをずっとしております。近畿の道の駅をですね、全て回りたいなと思って、今はですね S6 で道の駅巡りをしております。道の駅に興味がある方、ドライブ動画が好きな方、旅動画が好きな方、または S660 が好きな方、そしてですね、たまたまこの動画を見つけてくれた方、チャンネル登録していただけると嬉しく思います。ぜひですね、このチャンネルをよろしくお願いします。Just a minute.